今月8日、国際女性デーのこの日、渋谷の街中に多くの女性が集まりました。掲げるプラカードには女性の権利や悩みを訴えるメッセージが書かれています。中には中国語のメッセージを掲げる人たちも。福建省出身のクラゲさん、4年前日本に来ました。中国にいるときはデモとかもできないからね。以前中国の農村地帯の小学校で性教育のボランティアをしていたクラゲさん。そこで児童への性被害がはびこる現状を目にしました。家のおじいさんとかにちょっと嫌なことされたって。で、農村地域は大体そんな雰囲気なので、性暴力とかは隠すべきことと思われるから、なので隠されるから、だからやっちゃっても大丈夫みたいな。性被害の声すら上げられない故郷に失望し、国を離れたクラゲさん。この国じゃもう私がやりたいことはもうできないと思っています。けど私が帰れる国はないですよ。私が帰れる中国はないですよ。性被害を訴えることが難しいという中国。2年前に性被害を告訴した女性がいます。周陽泉さん。大学生の頃にインターン先のテレビ局で男性司会者から性暴力を受けたといいます。しかし一審二審ともに性暴力の物証がなく証拠は不十分として周さんの訴えは認められませんでした。判決から2年。私たちは周さんに会いに行きました。2年前の判決時と比べやつれたように見える周さん。体重も減り、体調が優れない日が続いているといいます。周さんの部屋の隅には今も裁判資料が置かれています。これがあの日着ていた衣服の絵よ。性暴力を受けた10年前のあの日、周さんは意を決して翌日警察に届け出ました。しかし捜査どころか警察は被害届を取り下げるよう圧力をかけたといいます。警察はこのことは外に話すな、多くのファンが彼を好きで彼は中国の正義だ、もうこの話をするなと。周さんの支援者が裁判所前に集まった際には徹底的に排除され、周さんを支持する SNS の投稿も次々に削除されました。国内メディアはこの件に関してどんな報道もできなくなっていた。でも一番恐ろしいのは、性被害を訴えたことを世間に批判され、その悩みすら口にできない状況です。周さんに判決を言い渡した裁判長は、これを機に自分の新しい人生を見つけなさいという言葉で締めくくったといいます。自分が傷ついたことを相手に分かってほしいと思い告訴した周さん。その訴えは今も届かないままです。